シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの川西です。今日は雑草で上手に休眠させる玉ねぎ栽培について紹介していきます。これから冬に突入していきますが、玉ねぎ栽培はいよいよ冬越しに入っていきます。このタイミングで失敗する方も少なくないのではないでしょうか。ここを上手に乗り切ることが大切です。今日は雑草をうまく活用した方法をご紹介していきます。最後にご質問にもご回答していきます。ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは現在の玉ねぎの状況を見ていきましょう。こちらですね、1ヶ月前くらいに植えた玉ねぎになります。適宜ですね、枯れてしまった後に植え直したりして育てています。だいたいですね、しっかり活着して5ミリくらいの太さにはなっているものが多くなっています。根元がしっかりついてくれると嬉しいですね。最初の頃すごいひょろひょろで皆さんも心配だったんじゃないかなと思うんですけども、ここまで来ると良かったなって思っているところです。これからね、冬本番になってくるので、この先大事になってきますね。ご紹介するのはカットした雑草をこういった株元に置いていく方法です。この方法で風対策と霜対策両方することができます。藁などを調整しなくてもできる方法ですので、気軽にやってみていただける方法です。それではチェックしてみましょう。こちらですね、太さどういう風になっているか見ていきますと、例えばこういった株はかなり株元しっかりしてますし、太さも5ミリ以上あるかなっていう感じですので安心感があります。結構この辺寒いんですけれども持ちこたえてくれるんじゃないかなっていう強さを感じますね。一方こういったちょっと細い、これは5ミリはないかなって感じなんですけど、しっかり活着はしてるんですけど少し細いかなっていう印象です。これもそうですね、ちょっと頼りないかなっていう感じ、4ミリくらいですね。できれば7ミリ8ミリとかあるとより安心かなとは思うんですけれども、もう見るからに寒そうで、これから今日はねちょっと気温が高くて、15度以上ある気温で全然心配ないんですが、これからのシーズンかなり寒くなってきますので、こういったところを温めて守っていく対策をしていきましょう。はい、それでは雑草をカットして集めていこうと思います。このシーズンだいぶ雑草が減ってきてはいるんですが、少し残っているのでこういったものを集めていこうと思います。それではやっていきます。はい、こういったものを集めていきましょう。藁があったらね一番いいんですけど、なかなかね手元にないよっていう方が多いと思いますし、わざわざ買うのもなっていうところだと思うので、雑草でしたらね絶対にありますからね、すごくいいと思います。夏の間も取った雑草を1箇所にまとめて雑草だけで乾燥させておくと、結構その後その草マルチみたいにして使えるので、ちょっとよくそれは少しやってました。他の夏野菜の残さですとかそういったものと混ぜてしまうとちょっとまた使いづらくなっちゃうんですけど、雑草は雑草だけで乾かしておくと結構カラッと乾くので、傘もなんかこう程よいんですよね、株元をまとめてあげるのにね。なのですごいいいと思います。こういった感じで集めていきました。それではこの集めてきた雑草を株元に実際に置いていこうと思います。こちらご覧ください。はい、この辺ちょっと細いものが多いので持っていこうと思います。もうすでに乾燥させた雑草がもしあるよって方は乾燥したものを使っていくのがベストだと思います。こうやって置いていけば割とすぐに乾くので安心なんですが、やはり何か虫とかそういったものがついているのもあんまり良くないので、こうやって広げてすぐ乾くようにしていきましょう。こういった感じでこう守ってあげるといいと思います。はい、このように雑草玉ねぎの株元に敷いていきました。
他にもまだ雑草農園にあるよっていう方は、このようにしてまだまだ集めていただいて、まとめて干しておくとこの後また使い道があると思います。かなりねいろんな種類があるんですけど、結構乾燥するとどれも細くなって使いやすくなるので、空いたスペースなので干して乾かしておくといいと思います。ぜひやってみてください。干す時は雑草の種なんかもたくさんあるので、あまり種が飛び散らないように気をつけるとさらにいいと思います。そして最後に風対策として防虫ネットをしっかりかけていきましょう。それではやってみます。結構この防虫ネットあるだけで保温効果もありますし、このひょろひょろっとしたタイプの玉ねぎにはかなり防風をしてくれるので、虫対策っていうよりかは風対策という意味合いでしっかりネットかけるといいと思います。虫対策ではないですので、裾を土に埋めるところまでしなくて大丈夫です。しっかり風が当たらないところを目指してやっていきましょう。はい、このように留めていきました。完成です。それでは質問コーナーです。こちらのニラの動画にコメントいただきました。ニラ作ったことないのでやってみようと思います。冷ややっこの具材に使うのは美味しそうというコメントいただきました。ありがとうございます。ニラすごく生で食べるの美味しいのでおすすめです。ニラはコンパニオンプランツだったり他のものと混植するときにとても相性がいいものが多い野菜なので、多年草で一度植えたらどんどん増える性質もありますので、ぜひぜひすごく私は個人的におすすめの野菜です。やってみてください。今日は雑草で上手に休眠させる玉ねぎ栽培についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた。